皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。ねじりサーブについてやっていこうかなと思います。で、ねじりサーブっていうのは一体どういうものなのかなっていうふうに思った方も多いんではないかなと思います。で、これは実際今私がこれも実際試合ですごく聞いたので、もうこれはもう皆さんに公開しようと思い、今回公開させてもらいます。このねじりサーブは今皆さんの持っているサーブにプラスアルファで付け加えることによってさらに皆さんのサーブがパワーアップします。相手からするとサーブの回転が分かりづらくなったり回転量を見極めるのが難しくなります。相手のレシーブをこう最後までギリギリまで迷わす、相手のレシーブを入れるだけにしてくれる、もしくは相手のレシーブミスを誘うということができる、バージョンアップすることができるやり方です。これしかもやり方的にはすごく簡単なんで、もう皆さん初心者、中級者、上級者の方、皆さんもすぐこのやり方入れてもらいたいなと思います。で、今回このねじりサーブのやり方、もう一つだけですね。もうやり方は一つです。もうサーブを出すときに、サーブを出す構え、皆さん普通にサーブ出すとき、例えば下回転出すときは普通にこうやって出すと思います。でも出すときにこのラケットの面をねじってください。ねじってフォア側をもうこっち飛ばしてください。でバック面を思いっきり出してあげる。あっちに向かってねじるっていう状態でサーブを出してください。でこれで下回転を出すと最後の最後まで回転がわからないっていうことに気づいたかなと思います。普通の一般の下回転ですねは最初もう下出すよっていう面が出てて下回転、これはもうバレバレです。しかしこのねじりというのを最初に構えるときに加えることによって何回転出すかちょっと分かんないですよね。何回転出していくんだろうな。で最後インパクト時に下で、もしくは横でも同じです。横回転でもこう出すと一般の選手はよく横回転っていうのはもう最初から横っていうのがよく分かるんですが、この時にねじるで最後のインパクト時だけ横にすると分からないですよね。最後の最後まで何回転か分からないです。でこれで下、これで最後に横にする、これで最後に横、これで最後に下っていう風に最後の最後までこの面を出す、このバック面を出す、こうラケットをねじってあげる。ねじりながら出して最後の最後でここインパクトする瞬間に下にするのか横にするのか巻き込みにするのかっていうのもできます。いろいろ今巻き込み下横など、ロングサーブとかナックルでも多分いろいろ要素、いろんな要素に使えるんではないかなと思います。このねじりサーブですね。でちょっと気づいた方もいるかなと思います。これ世界のトップ選手や日本でサーブの名手と言われた選手はみんなこうラケットの面をこうねじって出してますよね。ねじってこう回転が分かりにくいです。最後の最後まで回転が分からないサーブですね。なのでトップ選手もよく見ているとラケットさばきでこのねじりサーブっていうのを使っています。やはりその一般の選手は、私たち一般の選手はどちらかというと皆さんサーブを出した後のフォロースルーとかの工夫が多く見られます。出した後のこういうこすった後のフォロースルーは皆さん結構意識している方すごい多いんですが、サーブを最初出す時の出し方はあまり工夫している方少ないですよね。なのでやはりこのねじりサーブをその最初にこう加えてあげることによって回転量が分かりにくく、最後の最後まで何回転を出してくるか分からないという相手に怖さを与えることができますね。これで何ともない下回転横回転が一気に武器になります。っていう風にラケットの面をねじる、もうこれだけです。あとこのねじりをうまく利用しますと回転量がアップしますね。サーブのねじりを戻す時のこの反動で
サーブが切れるんですよね。ねじってこの状態ってやっぱねじったら人は勝手にこうねじりを直そうとするこの反動があります。でこの反動プラス自分で切る横回転っていうことを加えると結果的に回転量が結構慣れればねじる方が回転量が強くなります。ねじった状態から切りに行く方がその反動を大きく使える状態になりますので回転量がこうガツッこう増えるんですよね。なのでそこもねじるサーブのいいところかなと思いますね。なので回転量も増えるし回転の変化も最後の最後まで相手に分かりづらいで相手がレシーブミスしやすいでそれで私たち自身はすごく簡単に取り入れることができるっていうことでもうメリットばっかりのねじりサーブかなと思います。ぜひトライしてやってみてください。